皆さんこんにちは。パン作り研究家の直樹パンです。パン作りではごく一部のパンを除いて塩が必ず使われますが、基本的には食塩が指定されていますよね。塩の種類を変えるとパンの味も変わるの？と気になったことありませんか？今回は個性の異なる4種類の塩でパンを作り比べてその違いを解説します。それではどうぞ。まずは今回使う塩を紹介します。一つ目が雪塩です。真っ白で粒子の細かいパウダー状の塩で、食塩相当量が 72.6% とかなり低いのが特徴です。この塩を仮に 100g 使ったとしても、食塩としての効果は 72.6g 分しか得られないということです。では他に何が含まれているのかというと、主ににがりです。にがりの主成分はマグネシウムで、他にもナトリウムやカルシウム、カリウムなど、いわゆるミネラル分ですね。2つ目が藻塩です。茶色みのあるやや大きめの粒子で独特の香りがあるのが特徴です。食塩相当量は 93.7% ですから、先ほどの雪塩と比べるとだいぶ多いですが、一般的にはこれでも十分低い値と言えるでしょう。もう一つの特徴として原材料に海藻が含まれていることが挙げられます。藻塩の製造法は大きく分けて2種類あり、原料の海藻と海水を一緒に煮詰めて作る方法と、焼いて灰にした海藻を海水に混ぜて煮詰める方法がありますが、今回使用したのは前者の製法で作られています。海水由来の塩なのでにがりも程よく残っています。3つ目がピンク岩塩です。岩塩には白いものもありますが、このようにピンク色をしたものから黒っぽいものまで様々あります。ピンク岩塩のピンク色は鉄分の色です。なのでミネラル分もさぞ多いのかと思いきや、食塩相当量は 99.0% と意外にも高いです。海水から抽出されて作られる雪塩や藻塩と違って、岩塩は山で採掘される塩のため、にがりの含有量はほぼゼロに等しいです。以上、食塩を含めた4つの塩で作り比べをしていきます。まずは生地感の違いがあるのかどうかを見ていきましょう。最初に基準として食塩生地から作ります。今回の比較で使う配合は基本の食パン生地がベースですが、脱脂粉乳を使わず、油脂もバター不使用でショートニングのみ、塩の違いで風味の差が出るとしたら、それが分かりやすい配合でやっています。油脂入れ前に5分こねて、油脂入れ後に再度4分こねて、このように指紋が透けて見える薄い膜ができるようになりました。これを基準と考えて、他の塩でどうなるか見ていきましょう。まずは雪塩から。先ほど雪塩の食塩相当量についてはお伝えしましたが、食塩の使用が前提となるレシピで食塩と同じ量で置き換えてしまうと、塩としての働きはその 72.6% 分しか得られません。なので使用量を計算し直す必要があります。2÷0.726 イコール 2.75%。雪塩は 2.75% 配合すれば食塩 2% と同等の効果が得られることが分かりました。肝心な生地感の違いですが、油脂入れ前、油脂入れ後とも同じこね時間で同じような生地が完成しました。特にベタつきの差もありませんでした。藻塩生地もピンク岩塩生地に関してもこね時間、生地感ともに大きな違いは感じられませんでした。このことから食塩相当量を元に計算して実質の塩分量さえ揃えて作れば、特に他の配合を調整することもなく同様に作ることができるということが分かりました。それでは次に肝心な焼き上がりの違いについて見ていきましょう。左上から順番に食塩、雪塩、藻塩、岩塩です。少しだけ岩塩の膨らみが小さいように見えますが、膨らみ具合が他より少し小さい状態で焼き始めてしまったのが原因です。というのも今回同時に何種類ものパンを並行して作っていたため、発酵室の開け閉め頻度が多く、温度が一定ではなかった可能性が高く、それにより最終発酵での発酵具合にちょっと差が出てしまったことが考えられます。ですが、あと5分延長すれば差が埋まる程度の違いではあったため、誤差の範囲と言ってもいいでしょう。それ以外では特に目立つ変化は見られません。肝心な味の違いについてですが、特に違いを感じられたのが雪塩です。食塩のパンは小麦粉の味と風味を邪魔せずクリアな味わいという印象でしたが、雪塩のパンは明らかな苦みが目立ちました。これは豊富に含まれるにがりによるものです。にがりを漢字で書くと苦汁ですから、文字通り苦いんです。
藻塩はそこまで大きな差ではなかったものの、藻塩の独特な風味による影響なのか、食塩と比べて小麦粉風味の際立ちが少し弱く、人によっては臭みやえぐみと感じるかもしれないようなちょっとした癖がありました。味わいも海藻由来の旨味なのか、食塩のパンよりやや温かみのある味というか、まろやかな味というか、何か違う印象がありました。一番違いが目立たなかったのが岩塩です。苦りがほとんどなく、食塩相当量も非常に高い岩塩は成分的にも食塩とほぼ近く、違いが目立たないのもうなずけます。ほんの少しだけ塩気が目立つように感じる時がありましたが、食べ比べるほど違いがわからなくなり、食べる順番やその時の唾液量によっても感じ方が変わるはずなので、これは誤差のようなものだと言っていいでしょう。先ほど苦みが目立つとお伝えした雪塩のパンですが、確かに単体で食べると感想は苦いなんですが、面白いことにマーガリンを塗ったり何か別なものと合わせるといいアクセントのように感じることもありました。それを食べてこれが一番美味しいと答える人もいました。味覚の受容体は人によって感度が違いますし、それは生まれつきではなく、その時の生活習慣によっても大きく変わるそうです。口の乾き具合によっても味の感じ方は変わります。そういった数えきれないほどのさまざまな要因が絡み合うと、苦りを含む塩で作ったパンを苦くて美味しくないとは一概に言えないのもまた事実。それこそ別の具材と一緒に食べることを前提として作るなど、何か明確な目的があるなら、食塩と雪塩をうまく使い分けたりブレンドしたり、そうやって新たなパンの味覚バランスを想像することもできると思います。非常に奥が深そうですね。今回の検証についてのより詳しい解説をパン作りの教科書公式サイトにて公開しています。概要欄にリンクを貼っておくので、パン作りと塩の関係についてもっと知りたい方はぜひご覧ください。今回の動画は以上になります。今後もパン作り上達に役立つコツや知識を皆さんに分かりやすく解説していくので、高評価とチャンネル登録で応援お願いします。最後までご視聴ありがとうございます。それじゃあバイバイ。